だけなんですよ。前に。石が立ってる。いや、ちょっと足がこうたくさんこうもげてたりとか。これは確かにこれで1万2000円。
夕食が済んだ時に2ついいです。お帰りなさいませ。はい、お待たせいたしました。部屋にあるからチェック。いつも先に浴衣をお選びいただいております。柄を言っていただきましたらお出しいたします。お願いします。はい、では女性用の浴衣には腰紐一つお付けいたします。はい、それではこちら向きにお願いいたします。どうぞお進みください。それではですね、お風呂がこの筋にございまして、現在こちらが男性用、突き当たり奥に女性用のお風呂がございます。夜の9時に男女の入れ替えをいたしますのでお願いいたします。本日のお部屋はこちらの22号室でございます。どうぞこのままお進みくださいませ。はい、では本日特別室ご準備しております。お待たせいたしました。どうぞお進みくださいませ。
これが大正時代の幹屋の写真です。大正14年に震災があったんで、これが倒壊してしまって、こっちだけ建て直したのが今の建物なんですよ。でこっちは今向かいの駐車場になっているところなので、こういうふうに向かい合わせで建っていて、で当時はこちらが本館でこちらが別館だったんですね。で大正時代だけでトータル5回ぐらい来ていただいて、志賀直哉がこの部屋に3週間滞在して出来上がったのが城崎にて、で志賀さんは昭和に入ると奈良に10年以上住まれましたので、奈良から来ていただいたお部屋というのがこの部屋ってことになるんですね。なので短編の代表作の城崎にてには大正時代の幹屋のことが出てきて、長編の暗夜航路には昭和に入ってからのこの幹屋のことが出てくると、こういうことになります。観光協会長と志賀さんが話したのが冊子になって残ってまして、そこで言っていただいているのは、自分が行っていた頃の城崎温泉が日本の代表的な温泉地の姿だと思うというようなことを言ってもらっています。でそれと同時におっしゃっているのが、近頃温泉地が変わり始めて、それがちょっと寂しいみたいなことを言ってはるんですね。昭和40年代っていうのは全国の温泉地がそれまで湯治場だったのが観光地に一気に変わり始める時期だったんですね。で湯治場と観光地で何が違うかっていうと、宿は湯治場の時は自炊しながら1ヶ月泊まるみたいな、つまり安く長く泊まることが求められた。でこれが観光地になると1泊2日で宴会する場所になっています。城崎は全部で78軒今旅館あるんですけど、ほとんどが売店もなくて、部屋数は10部屋から15部屋みたいな、こういう温泉街で、これはかなり珍しいケースなんですけど、実は大きいポイントがありまして、城崎は旅館の中のお風呂の大きさに制限を設けています。これは中に大きいお風呂を作ってお客さんを囲い込まないようにしようということを昭和25年にルールを決めて、そこから70年以上同じルールを続けています。お客様が一回旅館に入っちゃうとなかなか外に出てこないっていうのが多くの温泉地のあるあるなんですけど、城崎の場合は逆に宿の中には大きいお風呂もないし売店もないので、皆さんぜひ外に出てくださいねということがいまだに続いているので、浴衣でお客さんは街に出てそれ自体が風景になると、こういうのが続いているということで、志賀さんはその昭和40年代のタイミングでこれから変わっていくっていう時にヒントをくれる方っていう感じなのかなと。お席こちらにご用意しております。どうぞおかけくださいませ。
では筑前のお待ちでございます。失礼いたします。蟹新庄のお吸い物でございます。失礼いたします。お待たせいたしました。では続きましては津山ガニのカニ刺しでございます。お待たせいたしました。
いたします。失礼いたします。それでは本日のデザートでございますが、抹茶くず餅とオレンジと、それから近くに竹の浜という浜がございまして、そちらのブランド塩を使いました塩クッキーをご準備しております。
すみません、ありがとうございます。お気をつけていってらっしゃいませ。